はい、C です。はい、皆さんこんにちは。四川飯店の総料理長をしています鈴木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ、今日はですね、まず、料理の方ですね、焼きそばを作りたいと思います。で、焼きそばの麺の方はもう市販のもので結構です。これはもう焼きそば用の蒸し焼きそば用の麺になっております。で、お肉の方は今日うまみ出すために豚のひき肉をご用意してますんで、はい。じゃあまず野菜の方はもう見てお分かりの通りこうやって細切りに切ってありますね。人参とピーマン、玉ねぎは切ってます。そこにあとキャベツの方がですね、まずキャベツってこういう茎の部分がありますよね、硬いとこ。ここをまずこうちょっと取り外していただいて、でこの硬い茎の部分は薄くスライスしましょう。こうやってスライスすることによって葉の柔らかい部分と一緒の火の通り方をしますからね、もうほんとこうペラペラに薄く切ってください。他の部分、これはキャベツ茎がこういう繊維になってますよね。これをですねこう横に切るようにだいたいそうですね 5,6 ミリの幅で切ってください。はい、これで結構です。もうあと火の方いきますね。で麺の方はこれ直接このまま焼くんではなく、一度これに醤油を軽くまぶします。これ少々でいいんですけど、少しうっすらお醤油の色がつく程度でいいです。はい、そしたらねこれ手でいいですからこう手でよく混ぜてください。で表面に醤油がつくことによってこれを焼き上げた時にすっごく香ばしい香り、そしてもう麺自体がとっても美味しく焼き上がります。これ紹興酒ですね。紹興酒、あと紹興酒なければ料理酒で結構ですよ。でスープ、そしてこれねシーズニングソースでタイの醤油ですね。タイの醤油のシーズニングソースっていうのはすごくもう調味醤油なんで味自身も味が調味されてます。すごくコクがあって美味しいです。これを隠し味として入れます。そしてオイスターソース、はい、そしてこれがチキンパウダー、中華だしの素ですね。そこに砂糖、あと塩をちょっと、塩少々です。はい。であと別にごま油を用意してください。ごま油だけは合わせ調味料を入れないで一番最後に入れるので、これはちょっと別にしておきます。麺から炒めていきますね。麺を先ほど下味を入れた麺、これを焼いていきます。だいたいね大さじ2杯ぐらいの油ですかね。でこの焼きそば用の麺が表面がカリッとするぐらい焼いていきます。でこれをやっぱり焼きそば用の麺ってこうやってしっかり焼くことによってカリッとするとやっぱ食感が変わるじゃないですか。ですからここでちゃんと一度焼いてあげた方が美味しく出来上がると思います。はい、そしたらこれちょっとフライパンをねこう揺すっとけばいいんですね。やっぱり焦げ目つけるのにはじっと火に直火でこう当てとくことが大事なので、このまま待っとけばいいです。あんまり慌てることないです。
はい、いいですね。そしたらこれは一度ちょっとね油を切ってあげましょう。で一回こう取り出してください。ここにネギ油、中華でよく使いますね。やっぱりコクうまみを出すためにこのネギ油ってよく使いますから、これを入れて全体なじませてから、今度は豚のひき肉をちょっと炒めます。豚のひき肉を炒めていきます。このひき肉はもうパラパラになるように炒めてください。これちょっとね、この豚のひき肉思ったよりちょっと油分が多いですね。だいたい使いやすいのって赤身が7ぐらい、油分が3ぐらいが一番豚のひき肉って使いやすいんですよ。今日ちょっとこれ思ったよりね、ちょっと豚の脂が出たので少しちょっと取り除きますね。こういうのも料理のテクニックの一つですから、ね、ちょっとこう加減を見ながら、はい、そしたらここでしっかりと豚肉をしっかり炒めます。でここでしっかり炒まったかなという目安がこの油です。油が透明になるまで、ちょっと見にくいですかね。これねしっかり炒まってないと水分残ってると黄色っぽくこうなってるんですよ。これがしっかり透明になるまでしっかり炒める。これがしっかり炒まった目安です。はい、そしたらここで先ほどの野菜、これをすべて入れます。これも全部フライパンに全部こうやって敷き詰めるような感じで全部これ入れちゃいます。すごい今日これ野菜たっぷりなんですごいボリュームありますから。麺、これをですねこの野菜の上に乗せます。野菜の上に乗せて、ここに先ほど合わせた調味料、これをですねよーく混ぜてから全部入れる、全部回し入れて、ここで蓋をします。これね今回の焼きそば作るところのポイントで、これなんで蓋をするかというと、この中でお野菜の蒸している状態が出来上がるんですよ。お野菜が全部膨張して火も早く通る、色もきれい、そしてシャキシャキ感が残るんです。はい、ですから今日こうやって必ず蓋を用意して蓋をしてからで、だいたい時間はね2分ぐらいでいいです。火加減はもう強火ですね。もう強火で2分蒸してください。ちょうど2分経ちました。見てください。これちょうどこうやってちょうどいいこの野菜のうまみここに出てます。はい、そしたらこれをあともう混ぜるだけです。でこのもやしの状態とか見てください。ほらもう本当にこうパンパンに張った状態、キャベツも色もきれいですよね。もうこうやってあとはもう混ぜ合わす、ここにあった水分を全部今度絡めるように強火で炒め上げてください。でもしねここで辛いのが好きな人いますね。そういう方は一味唐辛子とかここで振ってもいいですよ。はい、もちろんラー油なんか入れても美味しいです。はい、これでもう出来上がりです。ほらもう水分なくなりましたね。これほらこれ出来上がりです。あと一番最後にごま油を
まぶして、はい、じゃあこれ出来上がりました。そしたらお皿にもう盛り付けですね。野菜がたっぷりなんですごくボリュームがありますから、だいたいね麺2玉、焼きそば用の麺2玉で3人分ぐらい取れると思います。野菜もねたくさん取れるんで栄養もあります。はい、これで出来上がりです。はい、これで出来上がりです。野菜たっぷり、炒め焼きそば、ぜひこれチャレンジしてみてください。